ットクリエーションの三川と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは、自己紹介をお願いいたします。はい、舞鶴市農林課林業振興有害鳥獣対策係の藤原です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。農林課様の方でどういった業務をしていらっしゃるのか。有害鳥獣の仕事としては、鹿やイノシシといった有害鳥獣の捕獲にかかる事務手続きであったり、あとは鹿やイノシシが農地に入らないためにするように防護柵を設置するための事務手続きを行っているのがメインです。鹿、イノシシや小動物の出没といった突発的な対応にも、従事しております。導入になった簡単マップとキントンを導入になったきっかけっていうのをお伺いしたいんですけれども、舞鶴市さんの方ではサイボーズさんが実施している自治体丸ごと DXボックスっていうものに2023年の4月から参加されて、キントンを本格的に導入になったのは2024年からっていうふうにお伺いしてるんですけれども、農林課様の方では簡単マップとキントンを使うようになったきっかけっていうところをぜひ教えていただきたいなと思います。簡単マップを使うきっかけとしましては、アプリ導入前まではですね、熊の目撃について電話での情報提供を市民の方に呼びかけていました。その中で熊の目撃情報、目撃数については熊の生息頭数の推計や、また捕獲の上限数に関わってくることもありますので、正確な数を知りたいというところで何か良い方法はないかなというところを考えておったところです。その中で当市のデジタル推進課の方に相談したところ、良いシステムがあるという情報をもらいまして、ちょうどその時に説明会も開いていただけるというところで参加させていただいたのがきっかけとなっております。お話しいただいたその勉強会というところなんですけど、当社簡単マップをもともと舞鶴市さんの方でお使いいただいてたんですけど、一部の部署の方で使われていたので、もっと簡単マップ活用できる部署があるんじゃないかなっていうところで、ハンズオンっていう形で勉強会をさせていただくことになったんですけれども、ハンズオンの勉強会に参加された後のちょっと感想とかってお伺いしてもよろしいですか？一番思ったのが直感的にすごい使いやすいな。特にマップ、どうしても文字で住所等を入れるとなると手間がかかりますんで、やっぱりそれが一つの通報の障害というかハードルになるのかなと思っておったので、タップすることでここっていうのが抑えれるっていうところがすごい便利だなというところは感じておりました。その後その導入至ってからの効果みたいなところはいかがでしょうか？令和7年の10月以降にアプリの運用を開始したんですけれども、全体の通報の約3分の1をシステム、アプリの方で通報していただいております。3分の1になったっていうことは、今までちょっと電話とかで聞き取られていたんですかね？そうですね。その電話とかで聞き取った後に多分場所の位置情報の特定とかの作業ってあったかと思うんですけど、どういったところが大変だったのかとかってお伺いできますか？電話で通報を受けた場合は、地図を出してきまして、電話口で聞き取りながら、どこそこの北側、南側いうようなところを聞き取りながら位置を特定することになるんですけれども、地元の方はよくご存知の何々橋の近くと言われてもなかなかわからないことがあったり、車で行って右と言われてもどっちの右やっていうようなところで、正確な位置の特定が難しかったところはございます。で、夜間の目撃情報とかも？夜間の目撃情報については、夜に電話での通報をためらわれて、次の日、大体次の日の朝とかにも連絡いただいたり、例えば夜中10時、11時頃であってもご連絡いただくことがあったり、ちょっと時間が空いてからもう通報電話でするのはやめておこうかなと思われた方についても、ちょっと時間が経ってからでもシステムであれば、入力しておこうかなというところで、通報していただけることがありましたので、その点は良かったところかなと考えております。熊の目撃情報システムになったことっていうのは、新聞でも掲載されてたかと思うんですけれども、なんかその後反響とかってありましたか？出た時にやっぱりすぐ今まであった分の何ヶ月か前のを改めてお知らせするいうようなところで情報提供いただいたり、時はそれこそ電話でしか伝えれなかったんだけれども、
正確な位置情報を送れるということで、改めて通報いただけたケースとはあります。何かアプリの修正したいなっていうところがあったりとかっていうのがあった場合、デジタル推進課様に、修正の依頼をしているのか、それとも農林課様の方で修正っていうのはされてらっしゃるんですか？アプリの運用については、基本的には農林課の方で行っておりまして、軽微な修正についても農林課の方で行っています。で、ただ、少しこんな風にしたいんだけどというような、もちろん相談事であったり、少し難しいなと思うところについては、デジタル推進課の方に相談して、進めていっております。具体的に分からないことがあった時とかっていうのは、デジタル推進課様の方では勉強会みたいなことってされてるんですか？はい、そうですね。ちょっとイベントという形で勉強会というものを開かせていただいたりとか、あとは一応キントンカフェというような名称で、この日のこの時間帯に、場所を空けておきますので、キントンでわからないことがあったら皆さん来てくださいねというような形で、そこ自由に出入りができるような環境もちょっと整備とかもしておりまして、なるべく原価の皆さんが相談しやすいような、環境づくりっていうのはちょっと目指しているところです。じゃあそういった勉強会を開催することで、何かお困りごとがあった時も、結果的にも原価の方たちでアプリの修正とかっていうのも自発的に取り組めている状態っていうことなんですよね。そうです。はい。Chromebook 使われてますよね。そうですね。全職員、今、Chromebook の方で業務を行ってます。職員さん全員が Google のアカウントを持ってらっしゃるっていうことですか？はい、そうです。皆さん、職員の方は Google のアカウントお持ちです。で一応、去年の2月からも全職員一斉導入という形で、今も皆さん、使っていただいているという状況です。ありがとうございます。じゃあ今後の、展望についてお伺いできますか？システム自体の、周知、まだ市民の皆さん、このシステムがあるっていうところをなかなか広めていけれないところがもあると思いますので、さらに周知の方を図りまして、正確な熊の目撃情報の収集に努めていきたいと思っております。本日は貴重なお話を伺えて、取材をさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。他の自治体の方とか見られたら問い合わせとかしたいっていう方いらっしゃるんじゃないかな。こちらの方でお役に立てることがあればお答えさせていただきたいなとは思いますんで。ありがとうございます。驚く価値を創造するクリエーション。